病気は治ったんだけど健康にはなってないのよ、ね、つまりねここと慢性疲労って実は同じなのよ。グレースアースクリニックの野口でございます。グレースアースクリニックの培養士の鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。慢性疲労の細胞レベルの解決法なんですけど、慢性疲労ってね、はい、こういうと非常に漠然としている言葉なんだけれども、はい、疲労と慢性疲労ってやっぱちょっとなんかこうニュアンスから言うと違うよね。疲労っていうのは疲れるから疲れてる状態、お休みすると回復する、慢性疲労っていうと休んでも疲れが取れないっていうイメージがあるでしょう、はい、どう？そうですね、結構忙しい日がね、はい、1日2日だったら休んだら取れるけど、はい、とっても忙しい時あるじゃない。ありますね。あの時ってその後に土日休んでもさ結構取れないことってある。ありますありますあります、でそれがねひどい場合慢性疲労っていうわけよ。でね何が違うかっていうと、はい、例えばね僕ら病気を治すでしょう。肺炎であったり、胆の炎、循環障害、いろんな病気って治るんだけど、その人元気になったの、健康になったのっていう話を、実は肺炎で入院されたご高齢の方ね、はい、2週間で肺炎治るんだけども、はい、その後皆さんね大体3ヶ月入院される方結構多いわけよ、はい、病気は治ったんだけど健康にはなってないのよ、ね、つまりねここと慢性疲労って実は同じなのよ。程度の差こそ同じなんですよ。で我々ね病気を治すってことをずっとやってきたんだけれども、この方を元気に健康にっていうことに実はなかなかできずに来たわけよ、でその理由も分からなかったわけ、はい、でこの病気を治す方法は分かるんだけど、その方がその後健康に元気にってどうしたらいいんだろうとずっと我々悩んできたわけ、はい、でじゃあちょっとそのメカニズムをね今いろいろ分かってきたんで、ちょっと説明します、はい、でまずね慢性疲労っていうと実はね細胞レベル、細胞だけじゃないよ、内因子、いろんな物質がどんどん減ってる状態、はい、かつ、細胞の元気さっていうのは一体何かっていうとね、細胞のねミトコンドリアのオートファジー機能っていうことがもう非常にこう分かってきたわけ、ノーベル賞、これでノーベル賞を取ったの日本人ですよ。日本人、大隅先生、京都大学のね。でそれによって細胞の元気さっていうのはオートファジー機能なんだっていうことが分かった。でそれだけじゃなくてね、やっぱり疲労されている方っていうのはたくさんの物質がねどんどんなくなっている状態っていうことが分かったわけ、じゃあお年寄りで病気をしましたと、その方は病気は治ったんだけれどもそういう病気によってそういう物質がたくさん使われた、またミトコンドリアのオートファジー機能がとっても弱った状態、これがまず一つ目ですよ、つまり慢性疲労であったり健康にするっていう定義であったり実は同じなのよ。なるほどですね。健康にする、慢性疲労を取るにはミトコンドリアを元気にする、ということなんですね。他に我々が持っている内因子、成長因子だとかそういうものがぐっと減ってるから、これをまた上げてあげるってことが大事になっちゃう。なるほど、ミトコンドリアをですね、元気にさせるには、元気にさせるには内因子も増やしたい。でそれにはねやっぱりね一つ、例えばね笑うことであったり運動すること、病気の方は運動なかなかできないよね、でそういうお食事であったりもいろいろするんだけどなかなか難しい。じゃあそれらを活性化したりミトコンドリアを足してあげるって方法、これは再生医療で実は可能なわけですよ。で2つ目、腸内フローラって聞いたことある？ありますあります。腸内環境ね、我々の免疫の7割は小腸に集まってるって言われてる、それ善玉菌悪玉菌のいいバランスであったりするんだけれども、
でこの実はね我々ね、慢性的な疲労ととっても深く関係しているっていうのは慢性の炎症なんですよ。これは低グレードの炎症なんです。で我々例えば肺炎とか急性炎症あるよね、はい、急性炎症病気の治療、病気数値で現れるし画像でも現れるし症状としても現れる、これに対しては治療します、はい、なんだけどじゃあ普通に生活してる中で炎症ないのかと、はい、急性炎症が膝に起こったら膝が痛いですよ、だからすぐ分かっちゃう、ところがね何の症状がなくても実は炎症って起こってる。どこで起こってる？一番は腸で起こってる。そう腸内フローラと腸の炎症とっても関係してるわけ、一番はねだから例えばその腸内フローラを崩すものっていうのはいろいろあると思うんだけれども、例えばね大食いたくさん食べること、これとっても腸内フローラ壊しちゃう、腸の中にすごく慢性的な炎症を起こしちゃう、暴飲暴食ってとっても良くないんだよね、そういうふうに、慢性炎症これが多いとやはりその炎症性の物質をね抑えるために我々の内因子健康の要素がどんどん使われちゃう、だからあとはその炎症を抑えるための物質たちもどんどん数も減っちゃうし疲弊しちゃうし、どんどん弱くなっていっちゃうわけ。機能しなくなるからどんどん太っていっちゃうっていうのもあるんですか？太るはいろんな要素があるよ、また太るとはちょっと関係なしにしてね、例えばねお年寄りのね病棟に行くじゃない、そうするとね皆さんのね排便の匂いがねだいぶ違うのよ、若い方の便の匂いと、やっぱりお年を召された方の便の匂いって違うわけ。そうなんですね。全然違うので、それはね病気してようがしてまいがやっぱり便の匂いってお年を召されると変わってきちゃうわけ、これやっぱり腸内フローラが老化していったわけよね、腸内フローラがちょっとこう若い頃とよりも悪くなっていっちゃうと、もうまさに慢性炎症の原因ですよ、でそれに対してもやはりその炎症性の物質を足してあげるってことはとっても大事になっちゃう、慢性炎症がとっても悪い、だから我々が病気の方を治してその後にじゃなくさらに健康に持っていくためにはミトコンドリアの活性であったり腸内フローラをしっかりといい状態にする、慢性炎症を取ってあげる、そういうことが大事になっちゃうね。じゃあそのためにはどうするか、食事とかも大事だし笑うことも大事だよね。だから僕は ICU 集中治療室の患者様たちをね、たくさん見てる時に、その集中治療室の主治医たちには1日5回患者さんを笑わせに行きなさいって言ってた、笑うこととかね、そういうことがとっても大事になっちゃう。ストレスとか逆に良くないよね、腸内フローラ環境を悪くしたりミトコンドリアの活動を悪くしたり、そういうことが起こっちゃう、だからストレスとか加齢であったり何か大病して大量にそういうものを使う状態であったり、そういうこと、あとは腸内フローラにしたら大食いであったり、暴飲暴食であったりね、そういうことがとっても良くない作用を生み出しちゃう。もう一つある。でこれはねよくね自律神経っていう言葉聞いたことあるでしょ。あります。で自律神経っていうと神経じゃないんだよね、物質なんだよね。で交感神経と副交感神経、これ合わせて自律神経っていう、交感神経っていうのはよく万病のもとって言われる、万病のもと、心臓をね激しく動かしたり、血管を縮こめちゃったり、血液をね凝固脳っていうのを高めてドロドロにしたり、消化管の動きをストップしたり、だから風邪ひくとお年寄りが食事取れなくなっちゃうじゃない、あれは交感神経高まるから、炎症だとかストレスとかでこの交感神経高まっちゃうので、これを抑える物質が副交感神経っていう物質よ、でこの副交感神経は幸せのね物質とか言われてるんだけども、交感神経を抑えたりね消化管の動きを良くしたり、
そういう末梢の血管開いたり、そういう作用がある。はい。で問題はね、副交感神経物質っていうのがね、どんどん年齢とともに減っちゃうってこと。減っちゃうのよ。だいたい80歳でね、副交感神経物質だけは60分の1に減っちゃうって言われてる。いやー、そうするとですね、高まった交感神経誰が抑えんの、減っちゃってんだよ、副交感神経物質。そうすると抑えられなくなっちゃう。だからお年を召された方は交感神経が非常に高まりやすく下がりにくいっていう、交感神経優位な状態になりやすいってことになっちゃはう。増やしたいよね、い。増やしたいですね。交感神経物質。増やしてあげたい自ですね。律神経を安定させたいじゃない。はい。そうするとね、脳の視床下部ってとってもね、大事な場所があって、はい、そういうところにね、こうアプローチしてあげようということを再生医療では考えたわけよ。はい。でね、じゃあどうしたらいいかっていうと、その再生医療で作られた内因子とかね、エクソソームとかそういったものをね、点滴で入れたとしますとね、脳に行くための血管っていうのはね、総頸動脈と、あと椎骨脳底動脈っていうね、動脈で行くんだけれども、ここにね、ブラッドブレインバリアって言ってバリアがあるの、で全物質はいけないことになってるわけ、でそうするとやっぱり脳のね活性化、脳の修復、そういったことに関してはね、やっぱりいろんな内因子は全部活かせたいじゃない。そうですね。でそこでね、今行われてるのがね、点鼻って言ってね、嗅神経、嗅覚神経っていうのがあるの、上鼻道の一番奥の方にね、鼻って複雑なのよ、構造が。ですごく凸凹してるわけ、でその一番奥の上鼻道のね、奥に嗅覚の神経があるわけ、これはね脳と非常に近い位置にあるわけだから、逆に言うとね、蓄膿症、副鼻腔炎とかあると脳の老化激しくなっちゃうわけよ、なぜならばそこで発生した炎症性の物質がやっぱり脳の鼻粘膜から吸収されて脳に行っちゃうから。歯肉炎もそうよ、歯肉炎があると認知症がね、進んじゃうって言うでしょ。あれも同じ歯周病菌ですよね。でその鼻粘膜からね直接吸収させようっていうのがこの点鼻薬の目的なんですよ、これによってね、とってもいろんないい効果が出てる。浄水液を点鼻で直接送ってあげると。でね、これ治るって言葉を言うとあれなんだけれども、非常にいい効果が出てるっていうことでお話しさせていただくならば、例えばね、更年期障害であったりね、更年期障害というのはホルモンのバランスの変化だとか、自律神経の壊れ、こういったものでって言われてるんだけれども、更年期障害であったり、あとはね、脳の老化であるところの認知症、脳の老化っていうと、老化って漠然としてるじゃない。萎縮変性虚血って言ってね、血流が悪くなったり脳の神経細胞が変性をしたり、あとは脳の神経細胞が痩せていくのよ、萎縮っていう。でこういう脳の老化による変化があるんだけれども、それに対して効果があったり、あとその自律神経ね、先ほど言った、脳に直接言っていただくことで、それによって自律神経が非常に安定すると、そういう効果があるわけ。じゃあ先生、慢性疲労の方は、この浄水液で点鼻が有効だと。点鼻だけじゃないよ、いい？さっき言った3つ言ったよね。ミトコンドリアであったり内因子の低下、これが原因の1つ目。2つ目は慢性の炎症、しかも低グレードの症状がないやつ。炎症っていうのはね、主腸発石疼痛っていって腫れたり赤くなったり痛みが出たり、そういう症状があるわけよ、これは急性炎症の話。慢性炎症っていうのはもう全くこの痛みがなく、実はそれで炎症性のサイトカインが増えてる状態、症状ないわけよ。でもこれが慢性的な疲労であったり
健康の要素であったり、はい、そういうものと深く関係してるわけ。3つ目が自律神経、これとっても大事で、その3つに対してこの浄精液の点滴であったり点鼻であったりっていうことがとっても効果がある。なるほど。なぜならば内因子をそのまま入れるわけだから、というところが今回お話ししたいところだよね。いやもうでも先生の説明でですね、慢性疲労と小体の細胞レベルの解決策詳しく、説明してくれたので、僕もかなり理解ができたのでありがとうございます。だからね、お父さんお母さんにも使える話はねいっぱいあるでしょ。はい、ありますあります。じゃあ先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。